皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋用図で実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。10分切れ負けでやっていきたいと思います。音声ですね、読み上げを室谷由紀女流三段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私は今度ね、後手番ですね。はい。対局開始。相手の方2段の方ですね。ちょっと相手の方が初手考えられてますが、大丈夫かな。回線のね、都合とかで良かったです。初手ね、使われました。じゃあ8四歩でいってますか。3四歩とね、どちらかっていう感じなんですけど、じゃあ8五歩とね、伸ばして、どうでしょう。7七角と上がれば角換わりの感じですかね。角換わりですね。はい。どうしようかな。金上がって、6八銀がね、ちょっとした工夫ではあるんですけど、このね、角交換の将になります。これね、2四歩と突くと同歩同飛車に、3五角と打つ手が、あります。これが解説編でできれば。そうですね、どうしましょう。ちょっとね、腰掛銀は前回の対局でね、やっているので、ちょっと早繰り銀っぽいな。どうしようかな。ちょっと銀出てって棒銀やってみますか。ね、せっかく棒銀ちょっと見てみたいっていうね、ご意見もあったので。加藤先生がお得意と言ったら加藤先生出てきましたね。そう、加藤先生お得意のね、棒銀戦法でございます。将棋はね、数の攻めが基本なんですけれども、将棋の攻めはね、やっぱ棒銀戦法っていうのはね、それを完全にね、なんていうんですか、まさにその数の攻めのね、基本にね、忠実な指し方ですよね。これ同銀でいくのは大事で、同香でいってしまうと攻めきれないんですね。これで、でも相手方すごく強い方ですね。こう、1六歩が、1四歩、後手から9四歩ですか。後手番なんでね、手数の手で。いや、非常に指し慣れてますね、相手の方ね。どうしましょう。香車をなると桂馬を解くのかな。香車をなると、香車になりますか。これでね、端は破れるんですけれども、7七桂と飛んで、軽く指すよってことですね。8六歩とついて。いや、すごい早いですね、相手の方。本当にこう、なんていうんですかね、定石をよくご存知な方という感じです。飛車こっちに逃げる手もあるんですね。ここ難しいですね。ちょっと考えますか。飛車こちら側に逃げる手もあります。このね、筋の社畜の角変な角に見えるんですけど、これもね、定石なんですね。飛車をここに行く手もあるな。ここに行くと銀打ってくるってことですかね。1個打くとどうなるんでしょうとかね。取って銀を打って引いて、どうなってんですかね。ちょっとね、私もね、久しぶりに棒銀指すんで、定石がどんな感じだったかね。これは強気ですね。でもちょっとどうだろう、さすがになりが大きいんじゃないかな。銀打っちゃってね、こう取れるんですけど、ただね、これ、取って、ここね、金取れるんでね、2枚取れるのは大きそうな気がするんですが、桂取り期待ですね。なるほど、なるほど。で、私の方はこう、角、金、銀、桂、角、金、銀、香ですね。大体の方は桂馬を飛んで、銀上がりますか。これ5七桂ならずとね、5三桂ならずですか、飛び込んでるんで、一応王手で抜ける筋があるんです。それが嫌なので、ただこっちになってきますかね、今度ね。玉ですと。落ち着いてますね。これはと金打って、いやー、難しいですよ、これはなんとも。こうね、一手ついてある手もね、結構実は大きくて、こちら側から攻めにくくしてるんですね。飛車ですか。銀打つとどうなんだ、桂なってくるってことですかね。いやー、なるほど、同桂。銀打つしかないかな、これはね。銀打って3七桂成、7三桂成、同桂同銀成。どうなってんだろうなって感じで、銀打ちますか。飛車なるんですかね、あるいは。金より、これは金を打ちますか。これはね、食い止めないと結構この金が浮いてるんでね、私のことちょっと食い止めたいところです。角を打つと桂なって同桂どうか。なるほどね。いや、そうか。角を打つと桂なってことですか。
いやいやいや、なるほど。そんな形ですね。今、ここに角打とうと思ったんですけどね、桂になってきて、同桂同角成という手が一応ありますね。そうかそうか。玉を寄っとくとどうなるんだろう。桂の取って同金。玉を一手寄っときますか。これはね、この金に紐をつけた手です。まあ、なんとかこの角とね、竜にあんま活躍されたくないとこですね。今、こう、と金が近くにね、相手の方のと金、相手の方の玉の近くにと金がいるんで、まあ、もうちょっと駒を手に入れてね、このと金を生かして、まあ、飛車とか取れるのが一番理想なんですけどね、この竜をなんとかこう、取れると、まあ、ここにと金がいるんでね、すごく反撃が厳しい反撃ができそうです。まあここで玉を寄ってあるので、さっきね、王様居玉ですと、こう7三桂成ですか、7三桂成、同桂、同角成って手があったんですよ。で、同金でこの金をね、取っちゃう手があったんで、まあ、玉を寄ったことで、こう金に紐がついてるんでね、桂馬、7三桂成、同桂、同角成、同金で取っちゃえば、この金取られないで済むよって、この竜がね、こう引いてくった時に、こう紐ついてるよってことですね。下りですか。なるほど。これはどうしようかな、角打っちゃおう。まあこの竜を助けながら攻めるってことですね。角打っちゃおうかな、角打って銀打って取る。なるほどね。いやでも相手の方もそういう方ですね。どうしよう。角打ちがね第一感ですけど、銀を打ってくるってことでしょうか。で取ったらこうつくのかな。取って、いや難しいですねこれね。同桂もあるけど、同桂同竜はちょっと不満で、次と金寄ってこいってことですよね。角を打つ、取る。いやー、強い方ですね。まあこれを反撃するとも考えたいけど、歩打つ、銀打つ、取る、歩打つく。どうなってんでしょうか。なるほどね。いや、強いな。どうしよう。まあ、ちょっとね、先まで読まないと指しにくい、させないところになってきましたね。まあ角打ちますか。これはね、と金寄りを防ぎながら桂取りで第一感の手なんですけれども、まあこれでね、そう銀を打ってきてどうなるかなってとこなんですよ。取って取るのがいいか。取って、いやいやいや。まあ取りましょう。ね。まあこれ金取ってきたら竜取る。まあそうなんですよ、それがあるんですね。これは瞬間取ろうと思うんですけど、どうなんでしょう、どうなってんだろうとですね。これ角取ると、と金を取って竜を捕まえちゃおうってことです。まあこれすごい難しいですよね。多分、解説編でちょっとやりたいと思います。これね、角を取られちゃうんですけど、角を取るとその瞬間に1七金とね、9三金ですから、9三金と取れば竜が捕まると、で、こう角をかわそうっていうね、紙一重の攻防ですね。銀でこう取られる理由ってことです。で、銀2枚持ってるんで、攻めもありそうだなということですけど、ここに入ってきて、ちょっときついかな、どうなってんだろう。歩ですか。なるほどね。いやー、なるほどね。いやー、なんか開始しちゃいけないですね。これは取るしかないか。あ、取ると同飛車か。なるほど。あ、強いですね。そうか、そんな手あったか。いやー、これは容易ならざるですよ。桂馬打って銀打って、どんどん攻めてくると、桂馬打って銀打つ。いやいやいや。歩成りがね、同歩だと同飛車なんですね。竜が効いてるから。いやー、強いな。角を切る同玉、銀を打つ。こちらがどうなってんの。金打って角って、いやそうですね。いやいやいや、そうかそうか。桂馬を打つと、この瞬間が詰めろではないので、ここでね、向こうの相手の様にね、詰めろがかかればって感じですね。桂馬を打って銀を打ってと、そうか、いや、8億いい手ですね。そうかそうか。なるほどね。切って銀を打つ。玉を上がると銀を打って。いや、あんまり自信ないな。なるほど、そうかそうか。金を打って。ああ、そうかそうか。いやー、なるほど。ちょっと自信ないぞ。なるほど。今日豆腐は同飛車でね、確かに元一緒にがあるので、いやいや、ちょっと困りましたね、これね。桂馬打つと、何かいい手ないですかね。銀を打つ。これもう一枚駒渡すとね、なって銀打って、そうか、もう一枚銀渡すと詰んじゃうのか。なるほどね。いや、困りましたね、これね、ちょっと。金打って、まあ、銀打つしかないか。銀打って玉を寄る。香車を打つ。
で、いやー難しい。ちょっとバラバラにする。シャウツ。シャウツ、いや、なるほど。5二銀と打つと、5二銀と打つと、金を時々、金を打って、なるほどね。それもあんまりしないかな。なるほど。金を打つ、取って。3分。よく夜。いや、容易ならざるですね。桂馬を打つと、取って。金って、なるほど。いや、そうか。香車打つ、銀を打つ、取って6一角成同玉もなかなか攻めると難しいんでね。いや、そうか、ちょっと困ったかもしれないですね。そうか。2分30秒。ちょっと時間もなくなってきました。なるほど。そうか。いやー、困りましたね。桂馬を打つ。香車を打つ、取って桂馬を打つ。玉を打つ。香車を打ってみますか。ちょっとね、ちょっと苦しいですね、これね。ちょっと非常手段なんですが。2分。これはどうなんでしょう。切って銀打つとどうなってんだ。これは危なそうな気がしたんですけどね。切って銀打つ。まあ、切るしかないですね。で、銀を、これ逆転しましたね。そうか、ギリギリ新勝ですね。これちょっとびっくりしました。いきなり詰みになったんでね。いやー、これは九死に一生ですね。ちょっとはい。まあちょっと多分ね、負け局すぎだったんですけれども、ありがとうございます。素敵です。はい、いかがだったでしょうか。はい、将棋はもう大苦戦でしたね。一言で言って、はい。もうちょっとね、かなり指す手に窮したかなというところで長考して、まあ最後、ちょっとね、相手の方錯覚があったと思われるんですけれどもね、急に最後勝ちになって、勝ててよかったんですけれども、内容はね、ちょっと褒められたものもなかったんですが、ちょっとね、角換わり棒銀のね、定石系だったので、解説編の方でゆっくりね、解説していきたいと思いますので、ぜひそちらの方もね、ご覧いただければなと思います。はい、この番組が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。